ビル街に朝が訪れようとしている。都心に人が集まり始める。人は都心に住まない。周辺部から通ってくる。時間と競争しながら膨れ上がってゆく街。夜の支配を解かれたビル街の活動が始まる。無数に建てられたビル。都市とはビルに覆われた果てしない平面でもある。こんな平面に人や車が無制限に殺到したら、都市は都市でなくなるだろう。その機能は全く失われてしまうのに違いない。けれども日一日と人と車は増えてゆく。ビルもますます増える。三角の土地には三角のビル。細長い敷地にはそれなりに長いビル。一寸一分の土地も無駄なく使わねばならない。しかしこういう方法でしかビルを建てることはできない。つまり建築空間が狭すぎるのである。市街地のビルの軒高は法律で31メートル以下に制限されてきた。その上、車線制限という決まりがあり、狭い幅の道路に面していると斜めに切り取った形の建物を建てねばならなかった。昭和37年、国会議事堂に近い霞が関の一角に5万坪に及ぶオフィスビル建設の計画が始められた。三井不動産の計画である。由緒ある建物の取り壊しが始まった。その結果、得られた敷地は約5000坪。最初は今まで通り敷地いっぱいに9階建てのビルが考えられた。しかし付近の虎ノ門交差点は特に朝夕車の往来が非常に激しい。ここに新しい9階建てがもう一つベタ一面に立つと、虎ノ門交差点をはじめ付近の道路の混雑は一体どういうことになるのだろう。ひどい時にはこうした混乱が起こるかもしれない。さらにこのように巨大なコンクリートの塊は周りに重苦しい圧迫感を醸し出し、暗くて不健全な狭い道路には行き場のない車がうごめく。現在すでにそういうところが
ないではない。わずかばかりの日だまりを求めて娘たちは非常階段の踊り場で憩い、窓際の植木鉢も乏しい日差しを惜しむ。しかしビルは敷地いっぱいに建てられる。歩道に対してギリギリに。こういう巨大なビルには一日数万人もの人が出入りする。しかし詰めかける多数の車にとって安全に横付けできる場所はわずかしかない。そこでいろいろなトラブルも起こる。なんとかこうした欠点のない環境を考えに入れたビルは建てられないものだろうか。いろいろな試案が何度も試みられた。繰り返し繰り返し。しかし高さを抑えられた狭い建築空間の中では残念ながらどの試案も現実には成り立たなかった。建物の周辺に広い空き地と道路があれば特例として31メートルを超えて建てられる場合もあった。そこで霞が関でも空き地と道路を作り、その中で16階建てのビルを建ててはどうかということになった。これは今までのどの計画よりも優れていたが、結局はダメだった。経済的にも苦しい。その上、空き地の取り方、道路の巡らし方、フロアの広さなど、すべてが中途半端なものになる。こうなると、今までの法律自体が変わらなければ、太陽と緑に満ちたビルは望めない。昭和38年7月、法律改正。そして高さ31メートルの制限が廃止され、空間の高度利用への道が開かれた。改正された法律によると、高さ制限に代わる容積制限。例えば、敷地の半分の面積に建てようとするならば、従来の2倍の高さにまで。4分の1の面積に建てるならば、4倍の高さにまで許される。そして計画された26階建てのビル。以前の計画よりは良くなったが、もう少し容積が必要である。しかし周りの道路や隣から伸びる車線のため、これ以上の容積を上に積み上げることができない。もっと高くして容積を増やしたい。そうした時、たまたま隣の会計検査院にこの図のような増築計画があり、それならば両方を含めた特定概区を考えたらどうだろうかということになった。そこで会計検査院と三井不動産との間で互いに同面積の敷地を交換した。そうして増築ビルをうちに引っ込め、その代わり周りに有効な道路を通すことに成功した。これは共同計画と呼ばれた。その結果、車の出入りは自由になり、建物の配置も合理的になった。これならば建物の高さをもっと高くし、必要なだけの容積を上に積み上げることもできよう。昭和39年7月、ここに特定概区という法律が理想的に生かされ、36階建ての超高層ビルが計画された。働く人々のため健全な環境を約束できるビル、
都市という広い観点から進められてきたその努力が日本で最初の超高層ビルとなって今や実を結ぼうとしている。高さは147メートル。このビルへ出入りする車で周りの道路が少なくとも混乱することはない。敷地内の道路に導かれて車は自由に出入りする。地下には500台分の駐車場が完備している。建物の高さは今までの数倍になったが、この建物の落とす影で一日中日が当たらないという場所もなくなる。最も影の伸びる冬至の日でも終日日陰となる部分は敷地の中に留めることができる。広い空き地には太陽と緑がよみがえった。健全で明るい広場としてみんなに親しまれるようになるだろう。さて、そこで問題は地震である。こういう地震に対して超高層ビルは果たして安全だろうか。五重塔。昔から多くの地震を経験し、まだ一度も倒れたことがない。構造が動的でしなやかにできているためだと言われている。風で柳の枝がしなうように地震の揺れにも柔らかく抵抗するのである。高さの違う2つの模型に同じ振動を与えた場合、高い方は無理な揺れ方をしないが、低い方は激しく揺れる。つまり高い建物の方が低い建物より地震には有利だということができる。そういう構造的な要求に最もかなった鉄骨構造。鉄骨構造の利点を最大限に生かすと、超高層ビルも建てることができるようになるだろう。しかし、何しろ地震は勝手気ままな波として激しく襲ってくる。優秀な共振計が開発され、各地に取り付けられた結果、正確な記録がもたらされるようになった。それに加えて電子計算機の出現は、地震の多い日本でも超高層ビルを安全な建物として実現させる道を開いたのである。セラックと呼ばれる地震専用の電子計算機。これに共振計によって得た地震の波を記憶させる。一方、計算機の本体には建物の構成要素がすでに配置されているから、現れてくるデータには地震に襲われた建物のリアルな状態が示されることになる。
そのデータ。これをもとにして材質や寸法を検討し、地震力が滑らかに伝わるように修正して設計を進める。霞が関超高層ビルの構造的な安全性はこのようにして十分な保証を得たのである。アメリカのエルセントロ地震、記録では世界最大と言われるこの地震が仮に日本に起こった場合、霞が関超高層ビルの揺れ方はどうなるだろう。破壊力の最も大きな10秒間を電子計算機のデータに基づき示してみる。ところでもう一つ、耐震上重要な要素として地盤の問題がある。東京には地下およそ20メートルの深さに東京礫層と呼ばれる強い地盤が分布しており、超高層ビルの信頼できる支えとなる。その上に地下は鉄筋コンクリートで固め、一体となった強固な基礎となっている。地震国だからこそ発達した日本の耐震理論。その世界に誇る理論的成果がこうして十分に発揮される時が来たのである。鹿島建設技術研究所。実験と理論的追求は主として施工を担当する鹿島建設で行われた。白く見えるのは実物の柱と梁で、その強度試験が行われている。柱はワイドフランジの大型エッジ鋼、梁はエッジ鋼を加工した有鋼張りが採用された。接合部。設計上の2倍の力を加えながら実際の強さが徹底的に追求された。一方、試験体内部の力の伝わり方は高弾性実験で観察された。アラルダイトと呼ばれる特殊なプラスチック材で作られた柱と梁の模型。これを荷重装置の中に据えて、柱と梁のそれぞれに力を加えながら光を当てる。美しい色模様は力の流れと大きさを示している。名実ともに超高層ビルの支えとなる躯体構造の強度試験は、こうして屋内実験としては世界最大の規模で行われ、その信頼性が確かめられた。この床は人工の軽量骨材で構成されている。軽いばかりでなく、高いところでの作業もしやすく、安全で経済性にも優れた新しい試みである。試
試験体は地下室に設置されたジャッキにより引っ張られ、十分な強さかどうかが確かめられる。一方、このような鉄骨構造は火災に対してはどうだろうか。例えばこの柱、鉄骨の周りを軽量耐火被覆のパネルで囲む。鉄骨は熱が加わると強度が下がる。だからそれを火災から守る耐火被覆の性能は非常に厳しいものが要求される。加熱温度を次第に上げながら鉄骨の温度を記録する。こうして1100度の高温に対して3時間耐えることが必要である。なかなかそういう高性能な被覆材が得られるものではない。3時間経過すると加熱をやめ炉が開かれる。そしてこのような実験がいろいろな材料について行われた。台風。超高層ビルは風にはどんな影響を受けるかが問題となる。理論的な探求と並行して周辺の建物を含め500分の1の模型を作り、大型風洞の中で前例を見ない大規模な実験が行われた。建物の最上階は毎秒80メートルの風速に耐えるように設計されている。表面に開けられた小さな穴。風圧力はその穴から内側に配管されたビニールの管により圧力計に送られる。それぞれ違った数値を示す圧力計。建物の各部に作用する風の強さと分布状態を示している。こうして地震に耐えられれば風に対しても安全であることが分かった。このほか数多くの実験と理論的な追求が重ねられた。その結果、いよいよ実施計画が始まった。描かれてゆく無数の設計図。それらの設計図の一枚一枚とともに超高層ビルのディティールが明らかになってゆく。昭和40年3月、ついに地震災を迎えた。単に一つのビルを建てるだけではなく、未来の都市をも作り出そうとする強い意志と情熱にあふれた人々の結集された力によって、日本の都市空間に歴史的な夜明けが訪れたのである。
超高層ビルの建築が始まったのだ。